さて PC のほかスイッチにも対応した魔法少女版弾丸論破が圧倒的に好評とのことで、今回は魔法少女の魔女裁判を極めてネタバレなしでご紹介します。こちら体験版の時点ではそこまで評判が振るわなかった作品ですが、蓋を開けてみたら現在 Steam で絶賛好評中のノベル系ゲームです。実際に第一幕的な魔女裁判を終わるところまでプレイしましたが、納得の内容でした。読み物中心であるノベルゲームというのは何よりもストーリーが重要であり、多くの人の興味を引くものとそうでないものとで明確に分かれてしまいます。その中でもミステリー要素を含む作品は読み手に考察する要素を与え、ただ読むだけではない新たなゲーム性が加わります。探偵パートで証拠を集め、最後は山場の謎解きシーンが待ち受け、作り手の見せ方がうまいほどそれだけ心に残る内容になります。そこに人間ドラマを絡めることで深みが増します。今作魔法少女の魔女裁判は弾丸論破のフォーマットに従って作られ、閉鎖空間内での殺人事件と登場人物たちによる裁判での犯人を吊るす物語を繰り返すデスゲームが行われます。参考元がヒット作でもあり、面白さの土台ができているその流れにうまく乗った作品です。体験版のレビューの時点で登場人物たちの描写が弱いという書き込みを見ましたが、世の多くのミステリー作品の中ではしっかりと描かれている方だと感じました。この点を可能にしたのが尺です。第1幕が終わるまでに4時間かかりました。文章量もあり、それだけドラマも詰め込むことが可能です。退屈でバツナギ的な展開は感じさせず、密度はきちんとあります。見せ場となる裁判シーンも時間をかけて行われ、大満足の出来です。何よりもうまいのはシンプルな謎解きで終わらないという点です。犯人に引導を渡すシーンでは、実はこういうことがあって、さらに犯人はこう考えていた、みたいな真実がどんどんめくれていき、さらに第1幕終了後には、お約束ながら熱くなる展開が待ち受けています。これぞデスゲーム系の売りでもあり、面白さに直結するそのものです。その上魔法少女ものということで、ミステリーなのに魔法があるのが特徴です。魔法という存在を許してしまったら、犯行において何でもありになってしまいます。ということから、それを議題として登場人物たちが裁判で言い争うシーンもあります。設定の是非に関してもストーリー展開に組み込まれ、それでもいかに犯人を問い詰めるか導ける作りになっています。また演出面において矛盾を指摘する場面で異議ありを唱えるというのは弾丸論破が参考にした逆転裁判から引き継がれているものであり、失敗した時の主人公のリアクションシーンもまんまです。弾丸論破は知らなくとも逆転裁判を遊んだことがあるならば、あの面白さを再び感じられることでしょう。一方、こちらの選択がうまく通らず、結果総当たりになってしまうことがあるのも逆転裁判からあるものです。こればかりはゲーム側で流れを制御するためにどうしようもないものなので、失敗に対するペナルティはそこまでありません。制限時間をやや失う程度です。そしてタイトルを見てマドカマギカを知ってる人ならばピンときますが、魔法少女と魔女が明確に分かれています。全体を通し魔女が何であるかを探る物語でもあるのかなと感じます。序盤の展開的には主人公を含む10名以上の少女たちがどこかの監獄に捕らえられ、自分たちは国を滅ぼす魔女候補であることが伝えられます。よって隔離され、そこで過ごすことになりますが、事件が次々と起きるというものです。第1幕終了時の展開は最高に盛り上がるため、面白いコミックスや小説を読むのと同じ感覚で遊べるタイトルともなっています。Steam ならばストリーミングを用い、Android タブレットなどで横になりながら時間のある時に読み進めたい作品です。なお道中選択肢が出てきますが、間違えるとバッドエンドになります。バッドの選択肢はわかるようになっており、内容は尊さを感じられるもののほか、ヒントや今後の展開が多少予想できる内容も含まれます。見ておいて損はありません。それと凄惨な描写はほとんどないとのことです。直接的な表現がない代わりに精神的に来るものがあるというレビューもあります。見た目が可愛い綺麗な女の子たちが表変するグロものは結構あったりしますが、そうではない方向性を狙って作られていそうです。語話表現が苦手な人でも遊べるミステリーともなっているため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。発売日は2025年7月18日で価格は3500円です。96% に圧倒的好評1300件ほどとなっており、PC のほかスイッチにも対応しています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、序盤ある程度までを進めた様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。
それでは始めていきましょう。魔法少女の魔女裁判。オープニングからヒロインですかね。もうすでに刺されてるんだけど、これがなんか一番最後みたいな感じもしますけどね。で、ニューゲーム。あれいじめかな。ここは牢獄だ。桜はエマ。周囲の悪意に耳を塞ぎたかった。見えない鎖で繋がれていると。ある時はトイレの個室に閉じ込められた。教科書を破り捨てられた。上履きに虫を詰められた。集団リンチ。縛られて晒し者にされた。ある時は、いじめは加熱して心臓は鉛のように重くなっていたと。やめてー。もういじめないで。どうしてもその一言が発せない。蔑まれ、貶められ、嘲笑される毎日に終わりは見えなかった。その残虐な行為はあまりにも徹底的に長期に及んだ。誰よりも臆病な自分を責めて自分を嫌って消えていなくなってしまいたくなる。繰り返される日常に絶望し、漆黒の闇がエマを包む。周りの少女たちがただただはしゃいだ声を上げる。嫌われたくない。嫌いたくないよ。どうして嫌うの？嫌わないでよ。心が悲鳴を上げ続けていると。自分を責め続けていたが、唐突に答えを見つけた。そうだ。みんなが死ねばいい。復讐が始まるのか。違うと。名前のフォントが凝っていていいですね。桜庭エマ。起き上がった。悪夢を見たと。夢を見たようですが。なんだここは。衣装がお花ですね。自分の部屋ではない。二段ベッドの下段にいる。石壁が真横にある。なんか牢獄みたいだな。鉄格子に閉ざされていた。牢屋。明日から高校生。さっきの夢は何だったんだ？中学生かな。春休みの最終日。やっぱ実話だったようだね。中学までのいじめだったんだ。なぜか牢屋に、そして見たことない服になっている。これって悪夢の続き。悪夢の続き。この花一つ一つが命を指しているのかもしれない。他のメンバーの。テレビモニターがある。モノクマが出てくんのかな？ねえ、ここどこなのかな？ここどこですか？鉄格子から叫んでみたが、別の少女の悲鳴。何を考えていますか？私をこんなところに閉じ込めるなんて。お嬢様区長がいますね、一人。少女監禁とか犯罪だよこれ。あとスポーツ少女に。不良がいるぞ。閉じ込められてるのは僕だけじゃそうない。、僕っ子です。これはもしかしたら、本当に僕なのかもしれない。体型的にも。直後。静かにしてくれないか。同室にいたのかな。二段ベッドの上段。騒がしいのは正しくない。またすごい。花だね。二階堂ヒロちゃん。有名人かな。中学時代を暗黒に貶めた幼馴染。こういう設定もよくあるよね。いじめで。ある日突然幼馴染がみたいな。しかしその幼馴染には理由があったとかね。常に中心で可憐に微笑んでいた二階堂ヒロ。だから二段ベッドの上にいたのか。君がここに。なぜ君がここに？いじめてる対象とは思えないような口ぶりですね。エーマに問いかけた。エーマは言葉を失っていた。ヒロちゃん。ヒロちゃんと読めない。その時、壁のモニター。出てきた。袋の化け物？袋の化け物。ペンギンも混ざってる。もしもし。映像って見えてます。あれ？フリーザ様みたいな声がするよ。極長か。名前は。極長と申します。ラウンジに集合。鍵を開けます。抵抗とか自由なんですが。抵抗すると命がなくなってしまう。監視かな？ 2、3メートル。北緯をまとった何か。明らかに人間ではない何か。気安く触れないでほしい。気安く触れるなど。これは、ヒロが実はみたいな話か。エマに何かされたことがある。全員がラウンジに入って、13人。なんか無口っぽい。寝そう。コミュ障少女。これエマの心の声ですか？お気楽少女だ。自由気まま。こいつか。不良はいかにもギバギバ派っぽい。ヤンキー少女。なんだ？猫耳少女か。お嬢様？口調はナイト風だな。露出度が高い少女。こっちの方がお嬢様風か？口調は。妖艶な少女。さらに、みんなを監視している。探偵役かな。暗い瞳をした少女。
背中に銃を背負っている。いやー、すごいあですね。、こっちの方が探偵っぽいな。何か知ってそうな少女だ。高まっちゃいますよね。ですわ。デスマス、黒子みたいなのが現れた。ナイト風が出てきた。表変しそう。ハスミレイヤー。ハスミレイヤー、ハンナですわ。トーナハンナ、立花シェリーと言いますさらに新キャラ。シサが、うヒカミメルル、おどおど少女。ヒカミ。驚くべきことが起きた。なんと、傷が治った。魔法が存在する世界なのか。ありがとう。そんな世界で、推理物は難しそうだね。何でもありになっちゃいそうですから。ある程度ルールがないとね。あてしのあてしだ沢渡ココね。ギャルか、沢渡ココ、んであんさ。佐伯ミリア、ミリアだよ。私は宝生マーゴよ。宝生マーゴ、可愛い子がいっぱいで。使徒アリサ、あと不良おか。めえらと慣れ合うつもりはねえから。不良だけど、小柄ですね。顔がはっきりわからない。アリサさんですよね。残りは、喋らない。無口キャラか。夏目アイアン。しかも我が輩。文豪キャラか。黒部なのか。さらに黒部なのか。二階堂ヒロだ。二階堂ヒロ。黒部と二階堂が、ややキャラ被りか。ヒロちゃん。あ、まだいましたね。自由奔放キャラ。ノアはノアだよ。ノア。城ヶ崎ノア。城ヶ崎ノア。インデックス風の声ですね。すんごく申し上げにくいんで。魔女の因子。皆さんは魔女とはアニメや漫画に登場する架空の存在。魔女の存在は当たり前じゃないんだ。最悪をもたらす悪。魔女というのはやばいのか。それで捕まったのか。危険であると判断されてしまった。可能性があると。世界に害をなす悪者を。は大魔女。皆さんの呪いを大魔女が呪いを解いてくれて普通の人に戻してくれんのかな。中にいる可能性があるんですかね。シャワーも娯楽室もあるので、シャワー。さあ一体どうなんだこのゲームは。どうですかね。ちなみに看守はかつて収容されたものが魔女になってしまった姿。魔女なんだ。慣れ果て。慣れ果て。魔女の慣れ果て。魔女じゃないの。多くの魔女になったものは否定されますが、マインドコントロールね。二階堂。どうした。間違いです。私は悪ではない。悪ではない。ヒロは何もやってないって話かな。周りが勝手にやっただけみたいな。正すことができるのは正すことができる。私だけだ。正義キャラか。過剰な。ちょっとでも片鱗を見せたらね、止まらないのかもしれませんね。自分の正義にのっとって行動を起こすみたいな。やばいやばい。非可希望。貴様だ。化け物。うわぁ。しかし、狂気は、監視へ向けられていた。急に顔つきが病んでる人になってますよ。あ、そうだ。ああ、いきなりやられそう。そういう子だ。この場で確定して間違っているものは魔女の慣れ果てとして化け物の姿をかたどっている看守だ。一番やばいと見て一気に飛び込んだんだ。二階堂ヒロは間違っているもの、この世界から消すことを自分の運命と化している。この鍵括弧で囲まれてる部分がなんかキーワードなんですかね。悪は死ね。ああ、やばい。死ね。変態だ。死ね。ああ、ヒロがそう、一番初めにいなくなるものがミステリーではよく怪しいと言われますが、この作品はどうでしょうね。何よりも謎が解けてませんからね。ヒロの首はエマの目の前に落ちてきた。胴体はドサッと倒れた。いやー。嘘だよね。ああ、ヒロちゃん。やだ。やだ。やだ。これって何かが落ちた。万年筆。エマにとって大切なヒ。ロちゃん、もう手放さないよ。彼女はえ魔女じゃないと証明されたことになりますね。魔女はこんなことじゃ倒れないと。彼女は証明された。やれやれまだわかんないよぞ。かったですね。それをプレイヤーは確認できてないからね。そんなわけ。魔女じゃない人が倒されてしまってね、良かったっていうのはおかしいよね。皆さんに最も大切なことを伝えておきます。なんだそりゃ。魔女になりつつあるもの。抑えきれない殺意や殺意や妄想に疲れてしまう。今のヒロみたいな感じか。でもヒロは人間であったと。おかしいね。面倒なことにみんな戦い合うんですね。じゃあ、今までね、おかしくないキャラを表現するのかな。殺人いずれね、事件が起こったら魔女裁判。魔女になったら処刑されてしまう。魔女図鑑。私はこれにてよくできましたね。よくできましたね。
誰だ主人か。そうだよね。いるわけなんかえない。いるわけなんかない？エマの知ってる声かな今の。彼女に手を出すな。これ以上の悲劇は起こさせない。おう。ナイトだな。もうやめてよ。急に選択肢。レイヤーをかばった。ただ見守った。これどう影響するんだ？ただ見守ると、バッドエンドいきなり？ちょっと見てみようか。どうなるのかね。ほい。お、見守ったところ、レイヤーがかわしたようだね。じゃああれか。今、中に入っていたら、こっちはやられていた？そういえばセーブポイントがあんまりないとも聞きましたね。今みたいな場所でセーブしとくてよかったのかな。本来はね。お試しで一つセーブしとこう。出るからな。左上なんか出てきたけど。図鑑、ヒロの万年筆。エマとなんかね、思い出があるっぽいね、こりゃ。人物。囚人番号付きだね。一人一人見ていくか。660。番号順に並んでるわけじゃないようだね。主人公だけ年齢が書いてある。15歳。あ、ヒロもそうか。マップ。ずいぶん広いな。他にもなんかあんのかな。今いけないっぽいね。規則。自分の囚人番号の官房に行けと。自由時間外、外に出てしまうと、懲罰房へ移送される。2日間、看守が常に巡回している。衣服は毎日、ダストシュートに廃棄する。今着てる服をですか？毎回焼却するんだ。体調不良とか怪我の場合は、どんな時でもね、医務室に行ける。一人付き添いできる。食事、あとは睡眠、10時から6時、消灯後に会話してはいけない。規則1かこれ。結構あるな。看守に暴行とかすると即座に処刑。集団で抗議してはいけない。脱走の準備もダメ。個人で抗議はいいのかな。誰がやられてしまった場合、魔女裁判。魔女が何人いるかとかね、そういうことはわからないんですね。みんな可能性があるというだけで。多数決で魔女が決まるようだね。魔女を特定できないと参加者全員を処刑。しかし、全員一致で全会一致か犯人が存在しないという結論となり、かつそれを証明する合理的な証拠があると管理者が認めた場合、裁判は中止。こんな状況が発生するのかな。特定とは何を指すんだ？魔女の特定。認定とはあるけどね。多数決による。誰か一人決めなきゃいけないみたいな話か。認定されればそれは特定になるのかな。それがね、魔女じゃなかろうとね、実際は。どうなんだろうね。そこははっきりしないな。さらに、ライブラリ的な魔女の説明もありますね。不死の存在であると。ファンタジーな世界なものなんですね。魔法少女に関して書いてあるけど、某作品では魔法少女が魔女になりますね。魔女因子。大魔女。見つけると何かが起きる。強いストレスを受けると魔女因子が活性化される。主人公はじめはオープニングでね、こんなこと言ってましたね。自分以外みんないなくなればいいみたいな。それって魔法？魔女図鑑が更新されましたね。更新された情報はどこで確認できんの？これか？絵を動かす魔法を使う。魔法ね。今んとこ2人だな。傷を癒す不思議な力。これがこの規則に書かれてる。魔法を指すかどうかですよね。さあ、さらに選択肢。セーブしよう。追ってみようかな、この2人をね。監視とアリサ。一番奥の懲罰棒が開きましたが、背中から押された？やばい、閉じ込められる。待って。拷問器具だ。いやー、扉が。なんで僕を閉じ込めるの？ハンナちゃん、シェリーちゃん。こっちに気づいてない。どうしましたの？声が届かないんですかね。中に誰かいるとか？いいえ、誰もいませんね。誰もいない。なんともえぐい道具はありますけど。向こうから中は確認できないんですかね。見えないようになってる。うるさい。お、うるさい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 。やばい、エマが病んできた。変な声が聞こえる。やめてよ。うわー、悪くない。僕は悪くないんだー。うわー、自分はみんなに世界に嫌われている。こんなに嫌われるような自分はきっとの方がいい。あ、エマが先の鋭く尖った鉄の棒。ちょうどいいや。精神状態が危ない。うわー、やってしまった。バッドエンドが。これでバッドエンド。このバッドエンドは何かのヒントになるのこれ。直前の選択肢に戻れる。唐突だったね。脱獄方法を探すためにいろいろ探索するんですかね。1階2階、地下1階。現状は地下にいるのかな。これが牢獄か。シェリーがページをめくると、あれどうなった？肥大化した本がシェリーの塔を、あらー、まみられた？なんと、
あー、シェリーがー。うわー。あー、ドクロあるね。これ表示されていた？初めから。どうだったかな。あー、今度は3つあるけど、上と下、ドクロマークついてますね。本間ちゃん一体あー、バッドエンド見ることで、まあ、多少過去も見れるんだね。それぞれのキャラの前に何があったとか。あー、やばいやばいやばい、ハンナが。今は安っぽい慰めなんて聞きたくえらいこっちゃー。いやー。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。